はい、こんにちは。山下夏実です。3月14日土曜日。今日は平塚ビーチパークでスキムボードを楽しんできました。朝一、結構予報だとね、サイズが上がるって予報だったんですけど、結構北風で抑えられてて、なかなかちょっと難しい感じの波となってたので、最初ちょっと外したかなっていう風に思ったんですけど、ここからですね、平塚のシーテラスですね。の方に移動して、そこの正面で結構ショアブレイクがまさかの海外レベルまではいかないかもしれないけど、海外級なショアブレイクが来てみました。久しぶりにこの平塚ショアブレイク堪能できた波となってるんで、ちょっとぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。このラップとかもすごいしね、横走ってて、こういうライディングが出揃った感じの日ですね。しっかりインサイドでこのサンドドロップで引き付けで取る系で、早くも出ても取れるみたいな、もうまさに海外みたいな、タイミングが海外っぽいタイミングの波でしたね。ただ砂がこんな感じで、もうズボズボで柔らかくないところを選んで走るって感じでした。しかも結構ピークも貸し切りで人がいなかったんでね、いい練習できてますね。この辺こういうパワーがあるショアブレイクは結構久々なんじゃないかな。年明けの虹ヶ浜に次ぐショアブレイク練習だったかなっていうふうに思います。このインサイドのこのパワー、これとかはちょっとブレーク早いかなけどしっかり残してる。いいね。このテイクオフした後にしっかりテールを踏んで手前で失速しないように、弾かれないようにしていくっていうのはまさに海外の対策で僕が普段やってることですね。っていうのも、このテイクオフした直後の水の量が多いので、ここの手前の水量がそれの対処がすごい難しかったかな。さあこれはスプレーターンいいね。そう、ここで1枚超えて、これを超えるのが結構難しいんだけど、しっかり超えれたらこれはダウンザライナーだけど、こういう風ないいライディングが狙える。ただラップの方が基本は多かったかな。そう、この辺りはちょっとまだ波質確認しながらで、ちょっとこういう感じでいいライディングが出せるけど、結構選びながらやっていく感じなんですけど。さあこのフロントターンいいね。リッピング360。この辺は結構選びながらやってたんだけども、この後ですね、だんだん僕も波に慣れてきて、ちょっといいライディングが何本かさらに出始めるあたりになってくるかな。さあインサイド、これはいいでしょう。ナイスラップ。これはちょっと早く出すぎたかな。手前のちょっと波と合わさっちゃって変なタイミングになってる。さあこれよく回しましたね。しっかり耐えてる。やっぱね、この手前の1枚あるこの多い水量と砂の柔らかさプラスオフショア爆風、こういう条件が出揃った時は難易度は高いんだけど、乗れる時のクオリティはめちゃめちゃ高いんですよね。今のラップとかもすごい良かったし、これも結構いい位置じゃないかな。ナイスラップ。この辺は結構バシバシいいライディングが出せてんじゃないかな。いいね。
これも横走ってこれるかな。ちょっと波が直前によれてリカバリーが間に合わなかったかな。今のはラップまでいけそうだったけど。さあこれ本当はもうちょい右側から行きたいんですけども、いいラップだね。ナイスラップ。どんどんつま先側に軌道修正していきながらのターン。インサイドライナーは一回当て込む。ナイスライディング。これはちょっとブレイクが早そうだけどいいですね。ちょっと早かったけどやっぱりナイス抑え込みだね。さあこれはライナー側かな。少し詰まりながらターンしてスリーショービット。さあ少しターンに時間がかかりましたが、しっかり前側踏んで前に出てきましたね。いいラップ。もうかなりこんな感じでもうラップ狙いまくってる感じの波です。どんどんサイズが上がり始めてたっていうのもあって、結構ブレイクもねどんどんえげつくなくなってきてた感じですね、この辺は。もうこの辺りはねだいぶサイズもどんどん上がってきてる上に、北風もねかなり強まってきてたんじゃないかな。北風もどんどん強まってきてて、波もパワーが結構えぐくなってきて、難易度が上がり始めてましたね、この辺りの時間は。それでもこういうラップは狙える。いいね。ただこの辺りはもう見ての通り、ちょっとずつね狙ってる波質が遠い波質になってきてるの分かるかな。なのでこの辺からちょっと一回沖に出て、そのままサーフィンも狙っていきました。アーリュープして一回当て込む。この時間サーフィンちょっと狙っていったんだけど、結構難易度高かったかな。流れも多少あったし、あとは今これスキムでうまく再生波インサイドまでパンプして乗ってるんですけども、それを見分けるのも結構難しかったかな。結構いろんなピークでできてる感じではあったから、少なくとも僕のいるピークではそういう感じでしたね。このグーフィーもすごい良かったね。そう、ちょうど引き切りから上げ始めぐらいの時間かな。干潮が過ぎて、そのあたりの時間でサーフィンしてたんだけど、ちょうどサイズアップも相まって難しいながらには面白い波でしたね。ひたすらこの辺はサーフィンでなってます。そう、こっからねブレイクが速そうに見えて、これは少し速いんだけど、ちょっとここで再生するからパンピングすればポジションキープ自体はできたんですよね。これとかはちょっともうスープになっちゃうかな。再生波が来るから一応この辺はそうパドルに戻してもう一回テイクオフし直したりとかしてるんだけども、これは結局スープのままだったかな。こんな感じでちょっとサーフィンしながらシーテラス前の波質を確認してる感じなんですけども、こんな感じで結構ね、結局最後の方は難易度が
高くなってきてしまって、再生波がちょっと来なくなってしまったので、まあ、手前に戻って軽くスキムを狙っていったんですけども、まあ、やはりちょっとサイズが上がり始めてて、もう僕が入り始めた時間プラスもう30センチぐらい上がったんでね、ちょっと難易度が高くなって、まあ、今日はこの辺で練習終わりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。